沢渡です。今回は上達スピードを劇的に速める一点集中の法則についてお話しします。実は努力が報われない人には共通点があります。それはあれもこれも同時にやろうとしているということ。逆に言えば一つに絞るだけで上達スピードは3倍以上になります。社専用です。皆さんはこんな経験がありませんか？毎日練習しているのに全然上手くならない。線画も塗りも構図も全部練習しているのにどれも中途半端。頑張っているのに結果が出ない。努力しているのに成長を感じられない。そんな状態辛いですよね。でも安心してください。実は上達しないのはあなたの才能やセンスの問題ではありません。単純に学習する対象を絞っていないだけってことがあります。一点集中ができるようになると明確にこれができるようになったという成長を感じられるようになります。それが一点集中を実践した後のあなたの姿です。今回の話は私自身が何度も失敗してようやく気づいた法則です。例えば線画の練習をしているつもりが気づけば全然違うことをやっていた。そんな失敗を繰り返した末に一点集中を実践することで練習の質が劇的に変わりました。これから本気で効率的に上達したい、努力を結果につなげたいと思っている方はぜひ最後までご覧ください。あなたの練習時間を無駄にしない具体的な方法をお伝えします。それでは始めていきましょう。多くの人が勘違いしていることがあります。それは練習時間が長ければ上達するという思い込みです。でも実際はそうではありません。練習時間が長くても的を絞っていない練習では上達しません。逆に短い時間でも一つのことに集中した練習なら確実に上達します。大事なのは練習範囲の広さではなく一点集中なんです。まず努力が報われない原因を明確にしましょう。その大きな原因の一つは同時に複数のことを学ぼうとしていること。そしてこれに陥ってしまう原因として2つのパターンがあります。1つ目は最初からあれもこれもと複数のことを同時に学ぼうとするパターン。2つ目は1つのことに集中しているつもりが練習中に目的からそれて気づかないうちに複数のことを学んでしまっているパターン。どちらのパターンも結果的に複数のことを同時に学んでいる状態になっています。これがあなたの上達を妨げているんです。ではなぜこれが問題なのか、科学的な根拠とともに説明していきます。まずベストセラーエッセンシャル思考の図を見てください。あらゆる方向に努力すると少しずつしか進めない。でも一つの方向に向かって進めば大きく進める。この図が示すのはまさに一点集中の力です。人間の時間とエネルギーは有限です。当たり前のことですが、これが上達の鍵なんです。例えば1週間に使える練習時間が10時間だとしましょう。4つのスキルを同時に練習すると1つのスキルには 2.5 時間しか使えません。でも1つのスキルに集中すれば10時間全てを使えます。その差は4倍。これが上達スピードの差になるんです。さらに集中することで深い学びが得られます。浅く広く学ぶより深く狭く学ぶ方が結果的に応用力も高まります。だから複数のことを同時に学ぼうとするとどれも中途半端になってしまうんです。これはスポーツで考えると分かりやすいです。例えば野球とアメフトと水泳と剣道を同時に学ぼうとしたらどうなるでしょうか。月に1回ずつそれぞれを練習したとします。これでも毎週1回ずつ1月に4回も練習していることになります。社会人だと実感あると思いますが、毎週末何かを習いに行くのってかなりしんどいですよね。でも1年経ってもおそらくどれも初心者レベルのままでしょう。逆に野球だけに絞って月4回練習したら1年後には確実に試合に出られるレベルになっているはずです。イラストも同じなんです。キャラクターイラストを描けるようになりたい時を考えてみましょう。同時に学ぼうとするとパース、美術解剖学、人体比率、線画、塗り、ライティングなどたくさんのスキルを一度に学ぶことになります。これらを全部一度に学ぼうとすると一つ一つのスキルが身につくのに時間がかかります。でもまずパースだけに集中したら1ヶ月後には確実にパースで立体空間を作り出すスキルが上達します。そしてパースが上達したら次に美術解剖学に移る。こうすることで確実にスキルを積み上げていけるんです。実は私自身も何度もこの失敗をしています。これは私が練習として書いたものですが、もともとは線画を向上させる練習として始めました。模写をしながら線画に関する気づきを得ることが目的だったんです。左上から始めて、確かに最初の方はどう線画を描くかというトピックになっています。でも
気づけばどう描けばより魅力的な体のラインになるかを考えていました。途中からは完全に目的が変わっていたんですね。線画を向上させたいなら気づいた時点で線画の練習に戻るべきでした。でも私は気づかずに続けてしまった。その結果、線画も体のラインもどちらも中途半端になってしまいました。ここであなたに問いかけたいことがあります。あなたも同じことをしていませんか？線画を練習しようと思って始めたのに気づけば構図を研究している。塗りを練習しようと思って始めたのに気づけばキャラデザインを考えている。こうなるとどれも身につきません。でも安心してください。これは誰にでも起こることです。人間の注意というものは簡単に逸れてしまうんです。大事なのは逸れたことに気づくこと、そして元に戻すこと。その方法を次にお話しします。方法はシンプルです。まず、今日の練習の目的を明確にしてください。練習を始める前に紙に書くといいでしょう。例えば、今日は線画の練習をすると、次に練習中に何度も確認してください。特定の時間ごとにその紙を見てください。例えば、ポモドーロテクニックの20分の区切りで、今、自分は線画の練習をしているのかと自問してください。そして、もし目的から逸れていたら、すぐに元に戻します。これを繰り返すことで徐々に一点集中の力が高まります。これはヴィパッサナー瞑想と同じ原理です。ヴィパッサナー瞑想では呼吸に集中します。もし注意がそれたらそれに気づいて呼吸に戻す。これを繰り返すことで集中力が高まります。練習も同じです。目的に集中する。それたら気づく。元に戻す。これを繰り返すことで一点集中の力が身につきます。でもここで疑問に思う方もいるでしょう。一つだけに集中したら他のスキルが身につかないんじゃないか？結局全部学ぶのに時間がかかるんじゃないか？実はそんなことはありません。むしろ逆なんです。なぜか、それは一つのスキルが身につくと他のスキルの習得も早くなるからです。心理学者の岡本浩一によると、何か一点にこだわって取り組むとそれが核になって他のスキルを学ぶ時の深い洞察を生み出すそうです。例えば、あなたが新しい町に引っ越したとします。最初は道に迷ってばかりですよね。でも一つの場所を何度も行き来していると、その周辺の道が頭の中に地図として残ります。するとその地図を手がかりに他の場所も覚えやすくなるんです。イラストも同じです。パースを深く学ぶと頭の中に紙の上に空間を作り出す感覚の地図ができます。この地図があるとポーズを描くときも、この角度だとこの部分はこう見えるはずと予測できるようになります。逆にどれも浅くしか学んでいないと質のいい地図ができません。だから他のスキルを学ぶときも手がかりが少なくて覚えにくいんです。結果的には一つずつ学ぶ方が全体の習得も早いんです。ちなみに私はパースを最初に学ぶことが一番効率的に上達できると確信しています。以前はあれもこれもとやっていてどれも中途半端でした。でも一つに絞ってから確実に上達を実感できるようになりました。ここで実践する際の注意点をお伝えします。まず一つの範囲を明確にしてください。線画と決めたらそれ以外はやらない。曖昧にしないことが大切です。次に期間を決めてください。例えば2週間は線画だけと決める。終わりがないと飽きてしまうからです。そして小さな上達を記録してください。毎日今日できるようになったことを記録する。上達を可視化することでモチベーションが維持できます。私は気づいたことをキャンバスに書き出し、それをテーマごとに画像ビューアーのピュアレフで管理しています。そして挫折しないためのアドバイスです。まず完璧を求めないでください。一点集中しても時々はそれるものです。それで OK。気づいたら戻せばいいんです。次に気楽に取り組んでみてください。集中することは大事ですが、ストイックになりすぎず気楽に取り組むことが大切です。そして一人だと続かない人は仲間と目標を共有するといいでしょう。例えば今週は線画だけやりますとフォロワーに宣言するなど、これだけで継続率が上がります。最後に心構えをお伝えします。まずすぐに結果を求めないでください。一点集中に限らずあらゆる取り組みの効果が実感できるまで1週間から1ヶ月などある程度はかかるものです。焦らずに続けてください。次に他人と比べないでください。SNS で他人の絵を見ると焦ります。でもあなたはあなたのペースで進めばいいんです。そして小さな成功を祝ってください。
今日は5分集中で小さな成功を祝うことで自信がつきます。今回の動画が役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。